皆さん、こんにちは。今回も森渡りのビデオをご覧いただき、ありがとうございます。この動画は、宇宙サンドボックス MMO、スターベースの関連動画です。テクニカルレポートは、利用した技術を解説するものです。今回は、正確な平均値を得るための基礎的な方法をご紹介します。速度や到達時間、燃料の消費などを求めるときに、細かく変動して読み取りづらいデータの正確な平均を取り、そちらを表示したり、演算に使ったりしたいことがあると思います。速度計の開発では、速度とレンジファインダーの測定値を対応させた、と、一言で説明を終えましたが、作業としては、長距離移動で正確な速度を測りながら、同時に、レンジファインダーの測定値を平均値として正確に取得する必要がありました。それには、今回紹介する平均値の算出法の一つを採用しています。用途によって、ベストの方法が異なりますので、手法を4つほど解説します。1つ目は、皆さんも直感でわかる基本のものです。相加平均、あるいは単に平均と呼ばれます。全部のデータを蓄えながら、必要な時に足して、データの個数で割ります。もちろん必要な時は常時かもしれません。これは、精度がいいですが、スターベースでは、そのようなデータを蓄える機器がありませんので、使用は困難です。各手法について、式も載せていきますが、多くの場合、ご覧になる前に、想像してみる方がわかりやすいでしょう。二つ目は、速度計の開発に採用した手法です。非常に簡単です。測定値をすべて足しておき、一緒に測定回数も数えておき、必要な時に割ります。この方法を使用して、レンジファインダーの値の平均を求めて開発に使いました。これは今も残しているので、サンプルをお見せします。一つ目のチップで、新しい測定値をひたすら足し、N を毎回、プラス1しておくことによって、測定回数を記録します。開発時には書いてありませんでしたが、今は、同じ行で速度値も足していっているため、速度の平均も出せます。1行で済ませることで、1回分の測定データも逃しません。実験用ですので、常用するには、エラー対策や利便性の改造が必要かもしれません。別のチップで割り算して、常時、平均の RFD 値と平均速度を確認可能です。測定開始時やリセットしたい時などにリセットする機能も書いてあります。一つ目の平均算出法と似ていますが、これならば、データすべてを記憶する必要はありません。また、データは足し算のみで蓄積されて、最後に割り算をするだけなので、正確さが失われません。ただし、ケターフルのリスクがあります。ヨロルは64ビットの数字を抱えられるので、10進数ではプラスマイナス19桁です。そのうちの3桁分が小数点以下に割り当てられています。整数側には16桁確保されているので、0.149から2.7程度になるレンジファインダーの値や、最大で160程度までの速度の値では、あまり問題になりません。しかし、長時間データを取るか、比較的桁の多い数値を足すと溢れる可能性があるので、リセットスイッチを設けたり、リセットするヨロルを書くといいでしょう。簡単な仕組みですけど、足しておくという部分は、手法として意外と紹介されません。ヨロルという制限があってこそ候補に上がるものです。測定時間が有限で、測定開始から終了まで、全く誤差を出さないという条件から選択しました。残りは、別の場面で使う平均手法です。3つ目は、単純移動平均と呼ばれます。データをすべて記憶する相加平均は困難でしたが、新しいデータが来たら、古いデータを一つして、随時平均を計算します。この手法なら、ヨロルでも可能です。単純に計算する場合は、データが奇数個でなければなりません。長期的に変化する前提のデータについて、連続運用しながら、短いスパンの平均を知りたいときは、これが使えるでしょう。4つ目は、平均、そして、逐次というキーワードでネット検索するとよく出てくるものです。データを持たないで済むようにするために毎回平均を算出していく手法です。前回までの平均に測定回数をかけた後、新しい値を足して、新しい測定回数で割ります。これは、前回までの平均と測定回数 N が分かれば良いので、記憶領域が不要で、ヨロルで使うことができます。
注意点が一つあって、データの数で割る計算を毎回行うので、小数点3桁目の割り算で発生する誤差が蓄積します。例えば、速度計で使うレンジファインダーの値は最小で0.149ですので、これを毎回割っていたら、無視できない誤差になります。そのままでは使えません。ヨルルは、整数が16桁用意されているため、一度、掛け算で桁を上げてから平均を取るのであれば、精度が確保できます。あるいは、もともと大きい値のものの平均などは、この手法が便利でしょう。桁溢れのリスクなく、ひたすら平均を取り続けられます。以上4つを紹介しました。皆様も、目的に合った手法を採用してみてください。もちろん地上でも使えますよ。この動画が役立ちましたら、高評価をいただければ励みになります。続編があればいいなと思われた場合は、この動画からチャンネル登録やコメントをいただければそれがわかりますので、よろしくお願いします。またお会いしましょう。